おはようございます。翌朝になりました。今私は南アフリカのケープタウンに滞在してるんですけど、前回の動画の続きになります。で、今日、この後の、朝、今5時ぐらいなんですけど、で、今日ケープタウンを去りまして、今から空港に行きます。で、飛行機で国内線に乗って、ヨハネスブルグに、移動していきます。世界で最も治安が悪い街として名高いね、ヨハネスブルグにいよいよ行きます。いつか自分も行ってみたいなと思ってたし、行くんだろうなっていう感じではいたんですが、今日いよいよですね、ヨハネスブルグ入りをするということになっておりまして、今回の動画のね、話を、ざっくり説明しておきますと、今言った通りですね、朝一で空港に行って、ケープタウンからヨハネスブルグに国内線 LCC を使ってですね、2時間ぐらいで着くんですけど、移動します。で、その後すぐにですね、ホテルに移動して、市内中心の、今回私が申し込みをしているツアーに参加しようと思っております。で、そのツアーっていうのが、ヨハネスブルグの中でも、もう絶対に昼間でも歩いてはいけないと言われている、もう超極悪エリア、治安がね、のヒルブローという場所があるんですけども、ヒルブローと、あと、ポンテタワーっていうね、スラムビルがあるんですけど、そこを案内してくれる現地ガイドさんをちょっと雇いました。というかツアーがあるんです、そういうのが。それをお願いしておりまして、ホテルまで迎えに来てくれる約束をしておりますので、その方と合流して、街を見ると。ただもう街を見るのはその時間だけになると思います。日が沈むとね、もう歩けないっていうのもありますし、ケープタウンよりもはるかに悪いと。聞いておりますので、もうケープタウンでも街中やばいなと思ったんですけど、それを超えてくるっていうのはちょっと想像できない世界なんで、はい、多分人生で今までの中で一番やばいところに行くと思います。治安がね。そこをちょっともう命の保証もないレベルなんですけど、行ってみようかなと思っております。とりあえず今からホテルをチェックアウトします。ということで今ホテルをチェックアウトして、ウーバーになんとか乗れましたけど、ほんとわずかな距離でも何人かの人が近寄ってきましたんで、一旦ホテルに戻ってセキュリティの人にガードしてもらいました。それぐらいやらないとやばいですね。ドライバーの方は大丈夫です。いい方です。ということでケープタウン国際空港到着しました。やっぱり夜は危ないですね。ホテルから空港まで大体30分ぐらいなんですけど、道中ね、今ドライバーさん言ってたんですけど、なるべく赤信号に止まらないように交差点のない道で行くと言ってましたんで、で何回か赤信号も無視してました。これはね多分止まったら危ないんだと思います。安全確認した上で通過してました。それくらいやばいんですね、ケープタウンね。今から行くヨハネスブルグの方がもっとやばいと思うんですけど、大丈夫かな、マジで心配ですよね。こちらがケープタウン国際空港のチェックインフロアですね。そんな大きくないですね。それで今から私が乗る航空会社なんですけど、フライサファイアっていう LCC なんですよ。そちらを予約してるんで、まずはここですね。ちょうどチェックインカウンターもうオープンしてます。それでフライサファイアね、初めて私乗るんですけど、南アフリカの国内線も飛ばしてるし、その周辺のアフリカエリアのね国際線も飛ばしてるという航空会社になっておりまして、で今回私はね、ビジネスクラスを取りました。LCC なんですけどビジネスクラスっていうのがあるんですよ。ただね、これどういうビジネスクラスかっていうと、予約変更可能チケットと、何も変更できない安いチケットとビジネスクラスとこの3種類あって、便を変更したりキャンセルしたりするね手数料がかかりませんよっていう可能なチケットがビジネスクラスのチケットとほぼ同じだったので、値段も1000円ぐらいしか変わらなかったですね。なんであえてビジネスクラスの方を選びました。そちらにすれば変更もできるんでね、で荷物も預けれますし、あと臨席ブロックかな、それもできると。なので座席がねビジネスクラスで豪華っていうわけじゃなくて、ただ横に人が来ないっていうだけのヨーロッパとかによくあるビジネスクラスのパターンだと思います。しかも国内線なんでね、そんな高くなくて2万3000円ぐらいですかね。2時間ぐらいのフライトで、なんで今回それを取りました。
あとこの空港には国際線、国内線ともにプライオリティパスで入れるラウンジが朝4時半からオープンしているということで、それも事前に調べたんで、もう行っちゃおうかなと思っております。はい、チェックインしましょう。空港の中に入ればまあ普通ですね。危ないとかはないです。こちらのドメスティックチェックインの方ですね。はい、プライオリティあります。行きましょう。並んでますね。プライオリティレーンめっちゃあるな。ということでサクッとチェックインの完了いたしました。スムーズでした。特に確認とかもないですね。まあ国内線なんでね。で一応プライオリティレーンがあるんですよ。ファストトラック、保安検査ね、これが使えるということでめちゃ便利ですね。朝の早い時間は LCC 出発が多いんでかなり混んでるんですけど、使えるのありがたいですね。でこのまま PP ラウンジ行って朝飯食ったりして過ごそうと思います。もう淡々と行きましょう。こちらですね、ファストトラックということで待ち時間ゼロで保安検査一瞬で終わりました。空港の中結構綺麗ですね。国内線ターミナルのようになんか豪華な気がします。あれないですね、ラウンジが。これか。これ閉まってるんだ。何時からなんだろう。プレミアムラウンジカミングスーン。どういうことあれ予想外。今スタッフの人に聞いたら改装中らしいですわ。ここがプライオリティパスで入るラウンジなんですけど、マジか、すごいタイミングでうわーくそ、せっかく当てにしてきたんだけどな。もうあと2時間以上まだあるんですけど諦めるしかないんですね。とりあえずまだ2時間ぐらいあるんで、なんか食べましょうか。普通に買って。とりあえずカフェで朝ごはん買いました。ライトコークとラップみたいなやつ、これ合わせて1000円ぐらいです。まあ海外の空港で考えたら高くないかもしれないですね。もう多分アメリカとかヨーロッパだったらこれでなんか1500円とか2000円ぐらいしますもんね。まあ割とそこまでって感じです。まあそんなうまそうじゃないけど、はい、それで今ねタバコが吸えるカフェなんですよ。ここすごくないですか。もちろん普通の席もあるんですけど、空港内の喫煙所はなくて、カフェの中もう1箇所あるみたいなんですけど、お金を払って座った人、もう商品を買った人はタバコを吸えるという、タバコ吸う権利がもらえるみたいな感じらしいんで、ラウンジの中にはね喫煙所あるんですよ。それも知ってたんですけど調べてね、入れなかったんでどうしようかなと思ったらお店でも吸えました。はい、なんでこれ食べてもうちょっと2時間か、これ食べて2時間ぐらいはちょっと時間潰そうと思います。Wi-Fi も早いです。作業もできるしコンセントもあるんで、はい、ここで時間潰します。それではゲートに向かいます。動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。毎度おなじみ NordVPN の宣伝です。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただいたお客様には大幅割引プラス4ヶ月延長というキャンペーンを行っておりますので、非常にお得なキャンペーンです。よかったらご利用ください。今私はタイのバンコクに来ておりまして、いつもの通りね、バンコクに滞在しながら仕事とかだらだら過ごしてるんですけど、皆さんもね、お盆休み、夏休みで海外旅行行かれた方、もしくはこのね、冬休み、お正月休みで海外旅行も行く計画を立ててる人もね、大勢いると思います。私は頻繁に海外にね、コロナ禍の時も行きましたけど、圧倒的に日本人の旅行者の方、お仕事で行かれてる方増えてきてるなっていう印象があります。国際線に乗ってもね、今まで日本人なんかほとんど乗ってないっていう状況が多く見てきたんですけど、かなりね日本人のお客さん乗るようになってきてますね。この動画をご視聴いただいている方の中にもですね、いよいよ数年ぶりに海外旅行行こうかなとか計画してる人もすでに行った人とかいると思うんですけど、特に久しぶりに海外に行く人ね、海外で気をつけてほしいことがあって、皆さん海外に行かれた時にね、空港とかショッピングモールとか駅とかカフェとかさまざまな場所、ホテルもそうですね、Wi-Fi、公共 Wi-Fi を接続してネットをね使うと思うんですけど、そういった公共 Wi-Fi、フリー Wi-Fi を使う人にとってですね、ちょっとリスクがあったりしますので、その話をすると、セキュリティがしっかりしてないね場合があるんですよ。そのセキュリティっていうのは、その無料 Wi-Fi につなげてお金のやり取りとかクレジットカードでね買い物したりとか
例えば現地でねツアーに申し込むときとか、ね、クレジットカードで決済してその場でね申し込んだりとかすることあると思います。私もやったりしますし、例えば、買い物をしてね日本でこう帰ったときに届くようにしておくとか、いろいろあると思うんですよね。航空券買ったりとか、そういったときに自分のねクレジットカードの情報が盗み見されたりとか、例えば銀行口座の番号が見られてしまったりとか、お金のやり取りをね全部こう見られてしまう第三者にね、そういった、犯罪行為が起きております。で結果的に身に覚えのない請求が来たりだとかして、何これみたいなことですね。特にクレジットカードが多いと思います。私の知り合いでも私もですね被害に遭ったことありますし、せっかくの、ね、楽しい旅行がそこでクレジットカード使えないなとかカード会社に電話してとかね、即時決済の、設定をしていればすぐ通知来ますから、使われたらねそこでテンション下がるようなことが起きかねないんですよね。でそういった時どういうふうに防ぐのかというと、今私が宣伝している NordVPN を活用していただくということになります。VPN をかまして Wi-Fi を、ね、接続することによって、悪いことをする、ね、そういう、犯罪者たちからの、被害を、ね、大幅に減らすことができます。盗み見されなくなるということですね。なのでセキュリティをしっかりとした Wi-Fi かどうか、はっきり言って電波は目に見えませんので、そのねホテルとか空港とかでも信頼して使うと思うんですけども、そういった時にたまたま運が悪いとねハマってしまうということもありえますので、 VPN をねかましてネットを接続するというのをね私は推奨しております。今まで何度もね NordVPN さんの説明はしてきてるとは思うんですけど、 VPN にね接続するとネットの速度が遅くなるとかね、設定がめんどくさいとかいろいろあるとは思うんですが、 NordVPN は非常にスマートに使うことができます。ワンクリックコネクトといって、契約してアカウントさえ用意していただければワンクリックで VPN に接続することができます。速度も落ちることがなく、業界最速の速度をね誇っておりますので、 YouTube もサクサク見れますし、全く問題なく使うことができます。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただくと大幅割引プラス4ヶ月延長というキャンペーンを行っております。非常にお得なキャンペーンですので、よかったら活用してください。これで広告終わります。本編に戻ります。ということで間もなく搭乗開始ですね。今もう事前にチケットとパスポートの確認があって、この多分これ乗るときに渡すんかな、確認が終わりましたみたいなカードをくれました。右側がエコノミーで左側がビジネスですね。結構ビジネスの方多いです。結構並んでますね。席は普通ですからね。ということで搭乗が始まりました。乗ってきます。フライサファイア初めてですね。皆さんすいません、ここで秘宝です。なんとこの後フライサファイアに乗ってヨハネスブルグまで到着するその映像をねしっかり撮ってたんですけど、なぜかデータが消えてしまいまして、でデータ復元ソフトとかで頑張ったんですけど復活できなかったんですよね。なんで次のシーンはもうヨハネスブルグに到着するところからのお届けになってしまいます。ごめんなさい。ということでヨハネスブルグ国際空港着きました。人生初のヨハネスブルグ、世界最強都市ですよ。緊張しますねマジで。ちょっとうまく動画撮れなかったんですけど、ビジネスクラスとして乗ったお客さんが先に降ろされました。はい、荷物もサクッと早く出てきました。プライオリティタグつけてくれてるんですね。これ乗る価値ありますね。全然高くないですもんね。23,000とかですもんね。ということでヨハネスブルグ到着しました。意外と普通。空港からやばいかなと思ったけど空港は全然普通ですね。とりあえずウーバー呼んでホテルに直行します。ケープタウンよりもね若干あったかいですね。ヨハネスブルグ空港のウーバーのピックアップポイント、これ国内線側なんでちょっと国際線は分かんないですけど、このボルトって壁に書いてあると思うんですけど、この2の E が配車アプリのピックアップポイントみたいです。この色がついてるところで
りあえずここで2の E で指定できたんで、はい、ここで待っときます。はい、間もなく廃車した車が来るはずですけど、 BMW の3シリーズですね。プレミアムにしました。ちょっとやばいかなと思ったんでこう頑丈な車の方にしときました。ピックアップポイントのところにですね、セキュリティの方が2名いて、ちょっとこの辺が安心感ありますね。はい、多分変な人は寄ってこない。でも皆さん普通に歩いてますけどね。ということで、なんとか車に乗れました。すごい、絶対に突破できないように道からね、突起物が出てますね。ということで、無事にすんなりと空港からね、ウーバーでホテルの方に移動してきました。ヨハネスブルクのマリオットホテルに今回1泊だけポイント泊なんですけども取っておりまして、この後チェックインして、まだお昼の12時前なんですけどね、チェックインした後に、3時からかな、ツアーの申し込みしてあるので、このホテルにピックアップに来てくれるんで、ヒルブローにですね、一番治安がやばいところとポンテタワー、そこに行こうと思っております。はい、今回トランジット滞在なんですよ。明日ね、南アフリカを出国して違う国に行くんですけども、アフリカのね、はい、そんな感じで、ちょっと空港からね市内に行くの結構危ないよみたいな前評判をちょっといろいろ見ておりましたので、ここのエリアは多分ねそんなに危なくないですね。で、ネットで調べる限りだとね、空港から市内に行く途中も結構やばいよみたいなことをいろいろ見たんですけど、そういう記事とか体験談をね、そんなことはなかったですね。淡々と車で来て、で確かに交差点とかで物乞いしてくる人とか絡んでくる人はいたんですけど、別に普通でしたね。やり過ごしていけました。ただドライバーからは荷物はね床というか足元に隣の空いてるところね、座席の上じゃなくて下に置くようには言われました。それぐらいかな。ケープタウンよりもなんか快適にサクッと来れたような印象です。正直僕の感想としてはね。アーリーチェックインできると思うので、もうしますね。とりあえず入りましょう。ということでチェックインの方完了いたしました。こんな早い時間なんですけどね、まだ11時部屋に入れてくれまして、しかもアップグレードされました。6階以上がねアパートメントスイートっていうらしいんですけど、そこにしてくれたみたいですね。あとラウンジももちろん行けて、朝食も無料でポイントももらえました。1泊しかしませんけど、こちらの619の部屋ですね。ということで部屋に入りましたやば今回の旅で多分一番広い部屋だ。アパートメントスイート全部ついてるわ。電子レンジからキッチン、こんな食器類まで、すごいね。あとね、今見たんですけど、洗濯機と乾燥機両方ありますね。すげえな。一泊はもったいないね。ポイントで取ってるんで持ち出しはないんですけどこれはもったいない。明日またすぐに出国ですからね。そういう時に限ってアップグレードされるんだよな。で、キングサイズのベッド1台、すごい。寝室も超広いね。で、あと綺麗な洗面台、トイレなどなど、はい、もちろんねラウンジもありますし、近くになんかお店も結構あって、なんかおしゃれスポットみたいな場所ですね。高級住宅街みたいな場所にポツンとあるマリオットでございました。空港までは30分ぐらいで来ましたかね。結構スムーズだったです。今回ホテルの、ね、紹介これぐらいです。がっつりホテルで過ごすっていうよりも、この後ちょっと休憩してからですけど、ツアー行ったりとかして、それだけですけどね、はっきり言ってね、ヨハネスブルグの滞在は
もう全然時間がなくて、それで先ほども言いましたけど、この後ですね、ツアーの人が迎えに来てくれるんで、ホテルから移動して、ヒルブローというね、激ヤバスポットと、自分がどうしても行ってみたかった、スラムビルっていうのがあるんですよ。ポンテタワーっていうね、その場に入ったら15秒で死んでしまうと言われてるぐらい危ないエリアがあるんですけども、そこをガイドさんに、一緒になって入ってもらうという感じで行こうと思っております。さすがに一人で行く勇気はもうないですね。絶対にやめた方がいいって書いてあるんで、ちょっと時間あるんで今ホテルの周りをですね歩いてるんですけど、日本食屋さんもありますね。ヤマトジャパニーズレストラン、メルローっていうエリアなんかな。全然多分この辺平和というか治安いいですよ。今一人で歩いてますけど、超おしゃれスポットですね、きっとねハイブランドばっか。街の中心部から結構離れた場所にあると思うんですけど、行き交う人が黒人じゃないですもんね。ほぼ白人。ちょっと飯食べてないんでね、お腹空いてるんですよね。なんか食べたいですね。さっきのねマリオットのルームサービスの食事のメニューを見てたんですけど、ステーキとか3000円とかハンバーガー1500円とか全然安いんですよ、ホテル価格に比べたら。やっぱり食べ物とかは安いですね。全然オーダーしても大丈夫だなって感じの金額帯だったんで、こんな感じのホテル周辺です。あれがホテルですね、マリオット。すごいなんかヨーロッパみたいですわ、本当。雰囲気はもうなんかヨーロッパみたい。気温はねもう全然あったかいですね。暑くはないけど19とか20度ぐらいで、しかもポカポカしてますね。ここはマジで平和。ケープタウンの街中を歩くより全然快適というか怖さはないです。それで今ホテルに戻ってきたんですけど、3時にピックアップされるんですけど、ツアーにねまだ全然時間あって、マジでお腹空いてるからなんか食べようと思ってるんですけど、さっきも言った通りめっちゃ安いんですよね。ビーフバーガー145、だいたい1200円とかぐらいかな。8掛けでとか、他にももっと安いのもあるし、ステーキとかもね、リブアイで300だから2400円とか、マリオット価格としては相当安いかな。で今もう頼んじゃいました。バターチキンカレー175、2000円しないですね。はい、今飲み物を聞かれたんで炭酸水頼んだんですけど、超冷たいですね。なんか南アフリカ、お店どこに入ってもホテルとかでもなんか飲み物がキンキンに冷えてるイメージがあるな。で今あまりにも冷たすぎてこの衝撃で凍りましたからね。これは氷なんですけどそれぐらいキンキンに冷たいです。ということでバターチキンカレー来ました。めっちゃうまそう。コスパめっちゃいいね。ホテルで食べて1400円ぐらいってやばいよね。それでは間もなくねツアーの方が迎えに来ると思いますので、ロビーで待機しておきましょう。残念な報告があります。申し込んでいたねツアーがねドタキャンされました。ポンテタワーっていうビルがあるんですけど、自分が一番行きたかった、そこがまず改装中で今入れないっていうのを今ね連絡があったんですよ。でだからこのツアーは成立しないからキャンセルで返金するからじゃあねっていう風に電話かかってきたんですよねでそれじゃ困るっていうので今ホテルの人に頼んで電話代わってもらってやったんですけど、返金はできるけどそれ以外できないっていう風になっちゃって、俺何のためにここに来たか分かんなくなっちゃったんですよね今日1日しかないし他のことも今更できないんでどうしようと思って、で今ホテルのコンシェルジュの人たち相談して、でホテルの依頼したタクシーをチャーターして一応ダウンタウンとそのエリアポンテタワーには入れないんですけど、見て回ってくる、それでいいんじゃないかみたいな。で降りるの本当に危ないからその方がいいんじゃないかっていう話になって、それにしますわ。全く行かないよりも多少見た方がいいなと思ったんで、ただもうガードマンとガイドつけてね歩いてっていうのが全くできなくなってしまいましたいやーこれはちょっと厳しいね。とりあえず確定しました。チャーターの車が来るんで、それでほぼドライブですね。で今ホテルの方からパスポートと大量の現金、あと大事なものは全部ホテルに置いてけと言われました。絶対に危ないから車に乗ってても危ないらしいです。
でも本当だったらな、ガイドと、ね、ガードマン来て一緒にこう見に行く予定だったのにな。すいません、ちょっと動画のねネタ的にちょっと迫力に欠けるかもしれませんけど、お許しください。ごめんなさい。ちょっと僕もこれ予想外だった。当日しかも3時ピックアップなんですけど、2時50分ぐらいにキャンセルされたんで、まあとりあえずちょっと様子を見てみて、行けそうだったら歩いてみますわ。何分危ないんでやめた方がいいって今も言われたんでね。とりあえず急遽マリオットホテルが用意したチャーターの車、タクシーなんですけど、すごいでかい車なんですけど、これで今ドライバーの方にポンテタワー周辺とヒルブローを回ってくれと頼みました。で、車から基本的には降りずに、こっそりとですね写真撮るようにしろみたいなことを言われまして、でドライバーの人も命がけで行ってくれます。で用意された車がね、ヒュンダイのなんかエスティマみたいな、トヨタのエスティマみたいなでかいやつなんですけど、なんかこういう時に限ってですね、スモークがないんですよ。外からね丸見えなんですよ。できればスモークがあった方がいいと思うんだけどな。これ大丈夫なんかな。一応鍵買いましたけど、怖いな。これ外から丸見えなんですよね。最後までね自分一人でウーバーかなんかで行こうか迷ったんですけどね、やっぱでも歩くのはやばいらしいですね。本当ね、このドライバーの人も車で回るのが多分精一杯みたいな感じだったんで、もうポンテタワー正面見えてますね。これが自分が行きたかったポンテタワーです。はい、ちょっとやばいです。今交差点で無理やり車を止められそうになりました。で今かわして、やばいですよこれ、マジでやばいわ。降りれないわ絶対に。すごいですね、思った以上に迫力あったわ。今ちょうど目の前、ポンテタワーの目の前を今、はい、これです。今ゆっくり走ってもらってますけど、ということで今一瞬だけ降ろしてもらいました。この裏がヒルブローですね。はい、もうこの車から離れるなと言われましたんで、もうこれで車に乗り込みます。めっちゃ見てくるっすね。さっきのとこやばかった。めっちゃいた。この辺超やばいらしいです。信号止まるんでちょっとスマホ隠します。信号が壊されてますね。すごいですね、信号機壊されてそのままでゴミだらけですよ。スラムがすごすぎますね。ちょっとマジで緊張してます。ということでヒルブローとポンテタワーをちょっとドライブで行ってきました。はい、もう自分の中では満足かな。本当はねビルの中入って写真撮りたかったんですけどできなかったんで、改装中でできない。でも改装中に見えなかったけどね、ドライバーの嘘かもしれないけど、まあとりあえず、はい、これでホテル戻ります。本当に怖いですよ。シャレになんない今まで過去一のスラム街でした。なるべくこのエリアでなるべく車をこう赤信号でも止まらないように走ってるんですよ。今日のね朝のタクシーもそうだったんですけど、それぐらいってことですね。ただね、
さっきのホテルのエリアはめちゃくちゃ安全だったし、すごい差があるなと思いました。やっぱりゴミが多いのと、こういう感じで落書きが増えてくると完全に景色が変わりますね、雰囲気が。ということでホテルに戻ってきました。正直怖かったね。いつ車をこじ開けられるんじゃないかっていうぐらい、ドライバーの言う通りにはしてましたけど、いやーでもこういう世界ってあるんですね。やっぱ自分の目で見るの大事だと思いました。本当は外出て歩きたかったけど、何度も言うけどちょっと自分もビビりましたわ。ちなみにね、ホテルを出て1時間ぐらいで戻ってきたんですよ。でさすがねマリオット価格ということで1時間のチャーターでね1万7000円超えだった。2100ランドなんで、もともとツアーがね7000円ぐらいだったんですけど、2倍ぐらい 2.5 倍ぐらいの費用がかかってしまいましたけど、即移動して、で写真も撮ってくれたしね、自分がねどうしてもヨハネスブルグに来て見てみたいという世界を見れたんでね、中は入れなかったけど、よしとしましょう。皆さんもねこの映像を見てもらっていろいろ思いはあると思いますけど、はい、これが実態ですね。改装中で入れないっていうそのツアー会社のはなんか嘘っぽいですね。普通になんか入れそうでしたけど、そんな感じでヒルブローとポンテタワー見に行ってきました。はい、それで部屋に戻ってきたんですけど、夕方5時前ぐらいなんですけど、今からねちょっとタクシーで移動してヨハネスブルグにあるカジノに行こうかなと思ってまして、ちょっと一人でね、最近私カジノめちゃくちゃ行ってて、そう1都市1カジノみたいな感じで訪問してるんですけど、今回もちょっとカジノね行ってみようかなと思うんで、ね、ヨハネスのカジノをちょっと体験しに今から行ってこようと思います。ということで南アフリカヨハネスブルグのカジノゴールドリーフシティっていうとこかなに今タクシーで来たんですけど、ウーバーで入場料がね10ランドかかりました。でもう完全なセキュリティがもうすごいしっかりしてて、ガードマンもいるし、で入場料払って QR 発行してそのレシートをかざすと通れるっていうところで、もうかなりね安全性は高いとおっしゃってました。ドライバーの方もねセーフティーって言ってましたんで大丈夫でしょう。テーマパークみたいな感じになってるのかな。メインは私はカジノですけど、商業施設とかもあってレストランもあるみたいですけど、もう一個の方のねカジノの方がいいよってさっきドライバーに言われたんですけど、もう来ちゃったんでここでやります。南アフリカのカジノやってる YouTuber いないでしょすごい綺麗ですね、豪華ですね。はい、それではカジノの中で勝負してこようと思います。中は多分撮影できないんで、結果はその後の顔を見て判断してください。ということでこんな感じで南アフリカヨハネスブルグトランジット1泊滞在、これで終わりです。ちょっとさすがに時間が足らなさすぎですよね。全然観光できてないですし、メインのねヒルブローとポンテタワーねかなり不完全燃焼ですね。頑張れば多分いけるんじゃないかなと途中でちょっと思ったりはしたんだけど、あれほど強くですね降りるなとか危ないっていうのを警告されるとね、なかなか厳しいなと思って断念しましたけど、ヨハネスブルグね、もちろん他にもいろいろ見どころがあって、歴史的なことも含めてですね、やっぱ何日間かかけて最低でも2日か3日いりますね。いろいろ見て回るべきだと思います。私みたいに昼にこちらに着いて、半日でねなんとかしようっていうのがちょっと無理があったかなっていうふうに思いましたけど、ヨハネスブルグ空気が吸えたというか雰囲気は多少ね見ることができたんで全然物足りないんですけど、もう今回はこれでよしとして次のね国に、明日ね移動していきます。次回はですねこの続きの南アフリカを出国するところからお届けしたいと思います。今日はもうこれで寝ます。おやすみなさい。